こんにちは、ヒロです。画像生成 AI って最近めちゃくちゃ進化してきてますが、実際に使い込んでいくと、この2つの壁にぶち当たることがよくあります。1つ目は同じキャラクターで生成したいのに顔が違って出てくるっていうことです。1枚1枚のクオリティは高いのに、1つの人物画像からもう1枚を生成すると、あれなんか顔が違うなってことがよく起こります。2つ目は出てくる画像がどれも似たような AI っぽいテイストになりがちで、自分が求めている雰囲気とはなんか違うってことも結構あります。でも今回紹介する Higgsfield という AI プラットフォームを使えば、自分だけの専属モデルを作って、そこからファッション性のあるスタイルの画像を生成して、さらにその画像を動かすところまで一貫してできてしまいます。これの何がすごいかというと、僕ら Web デザイナーの表現の幅もかなり広がってくると思います。例えば一つの商品を PR するウェブサイトを作成する際に、費用と時間をかけてモデルさんに撮影をお願いするのではなくて、AI の専属モデルを起用して、自由な構図や雰囲気のあるスタイルで Web 用の素材をいくつも揃えていく。そんな新しいクリエイティブの形が実現できそうです。Higgsfield は独自の画像生成モデルはもちろん、ナノバナナプロやナノバナナ2といった最新の画像生成 AI や、クリング 3.0、ベオ 3.1、ソラ2といった最新の動画生成 AI までトップクラスの AI が一通り使えちゃう AI プラットフォームなんです。見てわかる通り、機能がめちゃくちゃ多いです。正直全部は紹介しきれないので、今回はこの中から専属モデルを作って一貫した素材を生成するっていうテーマに絞って解説していきます。で、今回メインで紹介するのが最近リリースされた Soul 2.0 という画像生成モデルです。このモデルの特徴はファッションのトレンドや写真のカルチャーを深く学習しているという点です。例えばフィルムカメラで撮った感じみたいな表現をその時代の空気感とかカメラ特有の粒子感まで細かく再現してくれます。そしてもう一つ大きな特徴がこれから実演する Soul ID という機能です。これが本当にすごくて、一度作ったモデルの顔や雰囲気を固定したまま、いろんなポーズやシチュエーションで画像生成ができるんです。では早速、この専属モデル作りからやっていきます。まずはキャラクターというメニューがあるので、ここから Soul ID キャラクターに進みます。Soul ID キャラクターの生成には、同一人物の写真を10枚以上用意する必要があります。ちなみに実際撮影した写真だけではなく、AI で生成した架空の人物画像でも作成できます。僕がやってみた方法としては、ナノバナナプロなどの画像生成 AI で人物の画像をまず生成します。その画像をもとにいろんな角度や表情の画像を生成するなどして複数の画像を用意します。Higgsfield 内にも Shots っていういろんなアングルの画像をまとめて生成できるツールがあるので、それを使えば複数画像の用意も比較的簡単にできます。あとはジミニーとかで複数アングルで生成するプロンプトを教えてみたいな感じで依頼して、そのプロンプトを使って複数の画像を生成するとかもめちゃくちゃ便利です。で、画像が用意できたら、これを全部アップロードしていきます。画像は多ければ多いほど精度が上がって、最大80枚まで登録可能です。いろんな角度や表情のものを用意するのがおすすめです。画像をアップロードしてしばらく待つとキャラクターが作成されます。では次に作成したキャラクターを使って、いろんなスタイルの画像を生成していきます。ヘッダーにあるイメージから、Higgsfield Soul 2.0 を選択します。で、画面の下の方に入力フィールドがあるので、ここで生成の指示をしていきます。右側のキャラクターから先ほど作成した専属モデルを選択すると、このキャラクターをベースに画像生成が可能になります。次に Soul 2.0 のもう一つの特徴であるスタイルの設定です。キャラクターの隣の項目でスタイルのプリセットを選択できます。プリセットがかなりたくさん用意されていて、ファッションやカルチャーのジャンルごとにそれぞれ独立したスタイルとしてトレーニングされています。じゃあ試しにまずは Y2K ストリート、いわゆる2000年代のストリートスタイルを選択してみます。プロンプトはこんな感じで生成してみました。はい、するとさっき登場したキャラクターの顔がしっかり維持されたまま Y2K の世界観が反映されています。めちゃくちゃ雰囲気のある画像になりました。で、比較としてナノバナナプロで同じように生成したのがこちらです。ナノバナナプロはめちゃくちゃ綺麗なんですけど、正直よくある最近の AI 生成って感じが出ています。一方で Soul 2.0 の方は当時の空気感というか、この時代に実際に撮られた写真感がちゃんと出ています。ここがさっき言ったカルチャーを深く学習しているっていう部分の違いだと思います。他にもいろんなスタイルで生成してみたので、いくつか紹介します。
こんな感じでスタイルを切り替えるだけで、同じキャラクターが全く違う雰囲気の画像になります。しかも全部ちゃんと同一人物として認識できる点がマジですごいです。で、これまでの画像生成でも十分クオリティは高いんですが、実務で使おうとすると、あともう少しだけこうしたいってことが多いです。そういう微調整をしたい場合は、Google のナノバナナ2の使用がおすすめです。ナノバナナ2はほんと最近リリースされたばかりの新しい画像生成 AI モデルで、性能はナノバナナプロとほとんど同じなんですが、生成スピードが3から10倍ほど速くなったモデルです。それに加えて日本語を生成する能力も向上しているのが特徴です。しかもナノバナナ2もナノバナナプロもヒッグスフィールド内で使えるので、これがめちゃくちゃ便利です。使い方としては、ソウル 2.0 で生成した画像を参照に設定して、生成モデルでナノバナナ2を選択します。あとはプロンプトで調整したい箇所を指示します。例えば視線を変えたいとか、少しだけポーズを変更したいみたいな指示です。こうすることで元のキャラクターの顔やこだわって作った空気感はそのまま維持されつつ、視線やポーズだけが自然に変わっているのがわかるかと思います。なので、雰囲気作りやキャラクターの維持が得意なソウル 2.0 でまずは土台となる画像を作成して、そこから調整が得意なナノバナナ2で仕上げていく。この組み合わせが実務のフローとしてかなりおすすめです。では最後、作成した画像を動画化していきます。ヒッグスフィールドでは、クリング 3.0 やベオ 3.1 というようなトップクラスの動画生成モデルでの生成や、他にもヒッグスフィールド独自のシネマスタジオという動画生成の機能があります。今回はこのシネマスタジオを使って動画化してみます。シネマスタジオを開くと、画像の編集エリアと動画の編集エリアに分かれています。画像の編集エリアで何ができるかというと、一つの画像をもとにいろんなカットの生成が行えます。先ほど作成したベースとなる画像は1枚なので、その画像をもとにいろんなカットが生成できるイメージです。使用するカメラやレンズなども細かく設定することができます。で、動画の編集エリアでは、最大6つのシーンをつなげて1つの動画を生成することが可能です。各シーンごとにシーンの長さだったり、動きや緩急の設定、プロンプトなどをそれぞれ指定できます。これで生成してみると、こんな動画が作成できます。ちなみにクリング 3.0 でも生成してみました。元々の画像の雰囲気もちゃんと維持されつつ、めちゃくちゃ自然な動きがついています。一つ気になる点としては、シーンによっては雰囲気が少し崩れてしまうという点です。なので、そういった場合には、一つ一つの画像のクオリティをちゃんと生成した上で、それをもとに一つ一つ動画化していくっていう使い方が一番精度が高くなるんじゃないかなと思っています。今回やったことを整理すると、ソウル ID でキャラクターを固定して、ソウル 2.0 のプリセットでスタイルを展開して、ナノバナナ2で画像のクオリティを仕上げて、シネマスタジオで動画にする。この一連の流れがヒッグスフィールド内だけで完結します。別々のツールを行ったり来たりしなくていいのが地味にめちゃくちゃ助かります。ちなみに料金についてですが、フィッグスフィールドはクレジット制になっています。一番安いベーシックプランで月額9ドル、だいたい1400円ぐらいで毎月150クレジットが付与されます。例えばナノバナナプロの画像生成が1回2クレジットぐらいかかって、クリング 3.0 やシネマスタジオでの動画生成はだいたい6クレジットほどかかります。なので、一番安いプランでも結構な数の画像や動画が生成できます。その上のプロプランだと月額29ドルで600クレジット付与されるので、がっつり使うって人にはこっちが圧倒的にお得です。気になる人は概要欄にヒッグスフィールドのリンクを貼っておくので、ぜひ触ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。